こんにちは。また見ていただいてありがとう。今日はまたコメントの返事をしたいと思ってます。この間、8月の20日にうちの母の老後のこと、あなたたちの老後のこと、私の老後のことについて話した YouTube を多分見た方は見た方と思うんですけど、とこでちょっと言い忘れた時がありましてね、うちの母親ってとっても贅沢をさせていただいた方なんですよ。で、施設に入ったことを言ったじゃないですか。その時にふとYouTube を撮ってから思い出したことがありましてね、母が新しい施設に入った時に、前の施設は何人部屋の一緒の部屋だったのでね、荷物も何も見ることもなく終わったんですけど、今度個室みたいなお部屋に入りましてね、で母に会いに行ったらですね、本当にタンスが一つ、ベッドが一つ、テレビもないんですよ。でね、あんなに贅沢をしてもらった母、贅沢をさせてもらった母が最後はもう本当に着るものもわずかなもので、タンス一つね、ベッド一つになってしまうんだなっていうのを本当に現実に感じましてね。それは母の生き方の最後だったんですけど、いや、なるほどな、人間っていうのはそういうものなんだなっていうことを痛感しました。で、この間の YouTube にも言いましたけど、母の生き様を私が見て学ぶことっていうのはすごくあるので、皆さんもそうだと思います。自分の親がどういうふうに亡くなったかっていう、もう親御さんも亡くなっている方たちもいらっしゃると思います。学ぶことも大事だと思います。で、それが いけないわけじゃなくて、見せてくれたことに感謝をしてるんですよね。で、なるほどな、人間っていうのは最後は本当に何もいらなくなるんだなって痛感しました。で、私も今こうやってキラキラ生きてますけどね、どういうふうにこの人生終わるのか。だけど瀬戸内寂聴さんのようにね、ああやって素敵に終わる生涯もある。どういうふうに、だけど最後の最後まで皆さんのために瀬戸内さんはああやって生きられたわけじゃないですか。もう100歳近くまでね。だから私もそんな風に90いくつ100近くまで元気でいられて、皆さんの少しでもお役に立てて、これからの老後のこと、いろんな経験をこの場で話せたらなと思いました。母にだからいつも感謝してるっていうと、またね、父のことも話しますね。父も素晴らしい人だったんですよ。本当にそこでも言いませんでしたけどね、父はもう朝から晩まで働いて、もうあれです、朝もう多分4時頃起きてね、家中のお掃除をするんですよ。で、家中の掃除をして業務用を全部出してね、きれいにして仕事に、6時頃も仕事に行かれる方だったのでね、そういう親に育ったことに感謝です。で、うちの母はもう本当にゴミ一つ捨てたことのなかった人だったのでね、本当に大事に大事にされてきたんだと思いますよ。ね、またこれもまたうちの私の20日の日の YouTube を見られた方は、ああそうだったんだなって、またこれをちょっと言い忘れたことがありましてね、ふと何気に昔のことを思い出したら、ああそうだったなぁなんて思いました。でも母はね、父が亡くなるまで本当に父の面倒をよく見たんです。本当にいい夫婦だったと思いますよ。でも元気な時はそんなに仲良くなかったです、はっきり言って。いつも喧嘩してましたよ。だからね、いつも私のことも怒るし、いろんな意味で母は大変な苦労もしたと思います。でも父はもう私たち家族のために本当に身をこなして、粉にして働いてくれた父だけを思ってます。私たちのために働いてくれた父を本当に感謝してますしね、ありがたいと伝えます。またそれは皆さんにもね、伝えておきたかったことなのでね、20日の日の YouTube 老後を見て、自分の老後も考えながらいろんなことをまた学んできたら、一緒に学んでいけたらいいなと思いますよ。よろしくお願いします。じゃあコメントお願いします。はい。深いお話ありがとうございます。どういたしまして。私は今人生のどん底かなと思います。不思議な話大好きです。またぜひお願いします。それ以外も面白いですよ。ありがとうございます。人生のどん底って、一番どん底の時はこれから這い上がる時期ですからね。絶対にどん底、私だってどん底ありましたよ。小さい時からどん底だと思ってましたからね。でもがむしゃらに生きてください。何も考えずに。
幸せになれる、幸せになれるじゃなくて、幸せになった、幸せになったって思って生きてほしいです。思いは通じます。絶対に通じます。脳を変えることです。脳に私は幸せになった、幸せになったって言えば絶対に幸せになります。おトイレの掃除でも何でもいいです。ピカピカに磨いて、もうがむしゃらに頑張ってください。私もがむしゃらに頑張りました。だから今があります。どん底かなっていう時こそ這い上がる時期です。なんでどん底だか私は知りませんよ。みんなそれぞれの、意味があってどん底にあるのでね。だけどどん底を後悔する必要はない。どん底から這い上がる力があるからどん底なんですよ。頑張りましょうね、一緒に。なんか私の YouTube を見て元気になってくれるといいなと思いますよ。本当にピカピカにお掃除して、頑張れ頑張れと自分に圧を加えて、幸せになった幸せになったって思い続けて、頑張って努力してください。絶対どん底から這い上がります。這い上がった時にまたコメント待ってますね。はい。はじめまして。はじめまして。私もひとりさんに勇気をもらっています。先生の YouTube 初めて視聴しました。ありがとうございます。とても良かったです。ありがとうございます。これからも楽しみにしております。友人にもシェアさせていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただくのがありがたいです。私も本当にひとりさんファンなのでね、ひとりさんの厳しい言葉を聞きながら、ひとりさんね、決して優しい人じゃないので厳しいです。本当にその通りだと私も思って生きていますし、ひとりさんのことを聞くと、私の考えと本当にもう全然規模は違いますけど、私が今言っていることが同じことを言ってるんだなと思います。だから常に人間の脳っていうのは支配されるんですよ。だからひとりさんも言ってますよね。人間の脳に支配されてはダメなんです。だから常に自分の脳をコントロールする。だから自分の脳をコントロールできた人間だけが人生を制覇するって言ってますからね。脳に騙されちゃダメですよ。常に嘘を言ったりしますからね。私よく患者に言うんですよ。心の中にいつも悪魔と天使がいます。悪魔と天使。悪魔はいつも優しいです。いいんじゃない、そんなのちょっとぐらい。何をやってもいいよって言います。天使は厳しいですよ。ダメダメ。そんなことやったらダメ。努力も惜しんではダメ。いつも厳しい言葉を言うのが天使です。その代わり天使は後で幸せをくれますよ。天使ですから。悪魔はね、言うこと聞いてくれたな、やっぱりこいつは悪魔の道に引きずり込もうって思ってます。天使はいつも厳しい言葉を言います。悪魔はいつも優しいです。悪魔の優しい言葉に騙されないように、私たち人生みんな頑張りましょうね。はい。私も常に悪魔来たでバカ野郎って言って怒ってますからね。私はいつも厳しい言葉にいつも謙虚でありたいと思ってます。だから皆さんに厳しく頑張ろうよって言いますけど、私も自分に常に厳しいです。甘えたことは言いません。やることもやってます。だから一緒に頑張りましょうね。はい。で、輪廻転生かと、聞き間違いだったらすみません。楽しいお話ありがとうございます。昔恐山に行きましたが、先生のお話を聞いて、風車や積石など本当にあの世を再現してるんだなと思いました。恐山は異様な空気感でした。恐山ね、行ったことないの。怖くて行かれない。恐山多分昔ね、イスラエルに行った時があったんだけど、イスラエルもすごいんですよ。嘆きの壁とか怖くて行かれません。あんなとこ私行ったらもう取りつかれそう。ただね、イスラエルに行った時にびっくりしたのは、天と地が本当にすごいことです。天の力と地の力が一緒になってるとこだったんですよ。あそこでパワーをもらえたんです、私。だから生きてるうちにもう一回ね、イスラエルに行きたいと思ってるんですけど、今イスラエルこんな状況じゃないですか。とっても私みたいな人間がイスラエルに入ることはまず難しいのでね。でも一回時にイスラエルに行って本当に良かったなと思ってます。やっぱり恐山もイスラエルの嘆きの壁もとっても怖いと思いますけどね、やっぱり人の集まるところっていうのはやっぱりすごく怖いので、人に集まるところはちょっと死を持ってったりとか、いろんなパワーを取られたりする時もあるのでね、気をつけていってくださいね。はい。面白かったです。ありがとうね。そう言っていただくのが本当に嬉しいです。面白かった、そこから次どんなことがあるんだろうとか、ね、楽しい幸せなことにつながっていくといいと思ってますよ。そのつもりでいつも発信してます。またよろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。
57歳、うんお一人様で生きています。子供3人を育て、これから楽になれる時に心の虚しさを感じて、なぜか10年前に熟年離婚を選びました。一人で生きることは仕事をして生きること。当然今苦労しても後悔しない人生を送りたいと毎日を考え当然模索中です。はいこのタイミングで先生の動画に巡り会えたことに感謝します。65歳、素敵な人生にしたいと希望が湧いてきました。頑張れその通りでございます。本当にね、後悔する必要ない。選んだ道は私は正しかったと思いますよ。私も正しかったと思ってますから。今があるってことは正しいことです。また自分をピカピカ磨いて、自分の精神、魂、すべてのものを磨いたときに、また新たな人生が来ると思ってください。子供たちに自分の人生を頼ってはいけませんよ。20日の YouTube を見ながらまた学んでくださいね。老後はすべて自分の人生です。すべて自分の人生の通りに老後も来ます。ですから自分を大事に、毎日を大事に生きていれば、自分の老後も本当に決して悪い人生は来ないと私も思ってます。私も65、これで10月に66になるじゃないですか。その先のいい積み重ねをして、みんなにその生き方を教えて見ていただきたい。そのための努力をしたいと思ってます。だからいつでもピカピカしていたいと思ってます。一緒に頑張っていきましょうね。絶対にね、現実はね、本当にあなたの選んだ人生は絶対に素晴らしいものだと私も思ってますよ。一緒に頑張りましょうね。はい。素敵。いじめた子のお父さんは、いじめられた息子と私と顔を合わせることがあっても挨拶すらしませんでした。こんなお父さんだからいじめたことの重要性もわからないんだなと腑に落ちました。やはり親の影響は大きいですね。当然です。子供さんをいじめてたのかな、お父さんだからそうなのかな、どうなのかな。いじめた子の、そうですね。いじめた子のお父さん。じゃあ自分の子供をいじめられたりとかしたことか。かわいそうです、その人。必ず自分に返ってきますからね、すべてやったことは。だからでもそういういじめたお父さんに対して笑って「おはよう」とか「こんにちは」って言ってみてください。それはもういじめられたことのあれですよ、乗り越え方ですよ。笑っていつも乗り越えましょう。いじめてくれればいじめてくれる人に「おはようございます」「ありがとうございます」って言ってみてください。向こうはあっけに取られますよ。その大きさが、心の大きさがそれをいじめた人に対する恩返しだと思って頑張りましょうね。大丈夫です。本当にいじめてくれた人に感謝してください。そのうちそうなりますから。だって乗り越えたんですもの。必ずそうなりますよ。相手に返す言葉って感謝の言葉です。相手はちょっとびっくりしますけど、でも相手は本当にそれをいじめてるってことは必ず自分に何十倍がで返ってきます。これは事実です。だからかわいそうな人だったなと思いながら挨拶してくださいね。おはようございます、ありがとうございますって相手に言ってくださいね。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。政治を栽培してみたいです。政治栽培するの？本当？栽培してよくできたら送ってくれる？あなたの政治、どんなに本当に政治って栽培できるもんなの？本当に？わあ、政治栽培もしできたらコメントちょうだい。私も頑張ったら政治できるかな？わかんないな。多分ダメなの。木を育てるとかね、そういうこと全然苦手な人で、もう本当にダメな人なので、本当コメントちょうだいね。はい、待ってますね。いい政治育てて。はい。私は現在73歳、いろんな体験してきて、心の病も2回経験、周りの人に助けられ、YouTube でひとりさんのチャンネルに巡り合い、何度も聞いて、天国言葉を使っています。ある恩師に小林正観さんの本を紹介され、ありがとうの魔法やありがとうの奇跡、娘2人にもプレゼントして、毎日寝るときひとりさんの YouTube 聞きながら眠っています。ちなみに私は昔から魔女が大好きで、職場でも魔女さんと呼ばれています。そう
魔女先生の YouTube を見ることができたのは、引き寄せのおかげ。ありがとうございます。これも必然だと、出会いに感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私もね、魔女、昔からね、魔女って言われてたの、実を言うと。本人は魔女だと思っていないんだけど、魔女って言われてたの。だから今回の YouTube のね、名前も魔女なの。そうなの。で、うちのエステサロンのね、名前もマレッセントっていうのを実を言うと魔女なんですよ。だからなんか魔女好きなんだろうね。でも私は昔魔女だったってこの間も言ったじゃない。人生の裏側から生きてた人だと思ってるのでね、天国と地獄じゃなくて裏側、妖怪とかそういうところのいるとこね。だから私は死んでもきっと魔女にまたなりたいから魔女のとこに行くんだろうな。ほうきで飛んであるとかよく知りませんよ。でもああいう話があるだけきっとあるんだと思うけどね。また魔女同士いい話をしましょうかね。本当にひとりさんの言葉、すべてのものが、私はすべてが一緒なんですよね。一緒のことを言ってるんです。ひとりさんもすべての、私もそうなんです。天国言葉、幸せになるための努力、それは幸せになるための努力は脳を変換し、ありがたいって自分をコントロールする力です。だから一回2度ほど心の病になったってことがあったじゃないですか。私も昔まだ成長してない時に赤ちゃんを産んだ時に、あれは心の病ですよね。だけど心の病を何とか克服してくれる人がもう一人の自分が現れて言ってくれるわけじゃないですか。変換の仕方っていくらでもあると思います。私はたまたまもう一人の自分が現れて、あなたおかしいんじゃないって言ってくれたから、心の病に入り込むことなくまた戻って元気な私に戻ってるわけじゃないですか。いろんなやり方があると思います。だけどお薬に頼るんじゃなくって、本当に自分で自分の体、心をコントロールする、脳をコントロールすることができた方が一番いいと思いますよ。一緒に魔女同士頑張りましょうね。はい。とても話に聞き入ります。ありがとうございます。とても深い話です。これからも楽しみです。深いかどうかわからないんだけど、生きたそのまま、経験したそのまま、その時に思ったこと、その時に感じたことを素直にこうやって YouTube で話してます。本当にこの間も言ったけど、 YouTube でいいことを話そうとかそんなことは何にも考えていません。私はもうだから本当に心のまま、その時に思ったままを皆さんに伝えたい、心を伝えたいと思ってます。だから皆さんがこういう本当にいろんなことを経験してね、こういう経験を聞いてって思うと嬉しいと思います。私ね、本当この頃変なんですけど、自分で心落ちた時自分の YouTube 見て元気出してます。なんか元気出るんですよ、本当に自分の YouTube なのに。変なのとか思うんですけどね。でも多分心伝わってるんでしょうね。自分の YouTube を見て自分で確認じゃないんです。本当辛い時見るとなんか元気出るので、みんなに勇気をもらっているような気もするので、また一緒に頑張っていきたいと思ってます。心磨いて、魂も磨いて、脳も磨いて頑張ります。一緒に頑張っていきましょうね。ありがとう。おはようございます。おはようございます。朝見てんだね。偶然先生のお話聞くことできて、朝から幸せな時間いただきました。元気出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に救われた気分。ありがとう。ありがとう。私の YouTube を見てね、そう言ってくれる方がいっぱいいることが嬉しいです。本当に私ね、本当にいろんなどん底、さっきもどん底だったって言うじゃない。いやいや、どん底ほど乗り越えた人生ってありがたいことなんですよ。だからね、いろんなことを経験させてもらってありがとう。本当にこういうことがああいうことがあった、こういうことがあったって人生いっぱいあるわけじゃないですか。皆さん本当にあるじゃないですか。乗り越えた時の感謝の気持ち、すごいですよ。もうね、ありがたくてしょうがない、いろんなことに。だからね、いろんなことに感謝なんです、すべて。だから毎日ありがたい、感謝で生きていれば、どんな言葉が来てもって思いますよ。はい、一緒に頑張っていきましょうね。私も頑張ります。初めて見させてもらいました。とても興味深いお話をありがとうございます。とんでもない。本当にね、どんな人生を皆さん一人一人いろんな人生を送ると思います。一人一人個別の人生なのでね、一緒じゃないのでね。だけど一人一人一つ一つ足元から乗り越えて波を乗り越えていい種をまけば、いい種をちゃんと60以降から受け取ることができますからね。その時はもう本当人生観変わりますよ。私も変わりました。
でこれから来る波もいろいろあるでしょう。でもみんながこうやって一緒に私の YouTube を見て、元気が出ますって言われてる以上、私も一緒に乗り越えていきますよ。一緒に頑張りましょうね。はい。私も斉藤ひとりさん大好きです。私も大好き。先生と同じなのでとても嬉しいです。ありがとう。そして先生のような大輪の花を咲かせたいです。いや、大輪の花かどうかわからないけど、そうね、この頃私を YouTube を見ている方が、先生さ、YouTube どんどん綺麗になっていかないって言われたんですよ。それでね、昨日かな、一昨日かな、一番最初の YouTube を見たのと、一番最後の YouTube を見たら、やっぱりちょっと違うわって思うんです。これ皆さんのおかげですよ。皆さんにもらってるものが私に返ってきてると思います。私自分磨き今までもしてましたけど、なんか皆さんから磨きをもらってるので、もっとピカピカになってる気がします。これどこまでピカピカになるかちょっと頑張ってみますね。はい。はじめまして。はじめまして。とても良いお話ありがとうございます。私も先生に似ているところがあります。これからも楽しみにさせてもらいます。きっといっぱいいるんだと思うんだわ。感じ方次第だよね。だからみんな私と同じような経験、いろんな悩み、いじめられたり、いろんな悪口を言われたり、言われたこともきっとあるんだと思うよ。みんないっぱいあるのよ。だからこそ経験、学びでさ、こうやって大きくなれるんじゃないかな、感謝の気持ちがあるんじゃないかな、苦しい経験が多ければ多いほど学ぶことが多いんじゃないかなって、私も今の人生を本当にそう思いますよ。だから全てが感謝に変わる時期が来るので、頑張って乗り越えて努力して一緒にピカピカになりましょうかね。はい。勇気づけられ、元気をいただけるお話ですが、ありがとうございます。いじめはいけないと言っている一方、赤ちゃんを産んだ時の黒人発言は良くなかったと思います。そうだね。それは言葉のいじめと同じで人種差別になります。それを聞いて悲しむ人もいるでしょう。気になったのでコメントさせていただきました。わかりました。この間も言ったでしょ。私ね、本当にあの時おかしかったんだと思うの。私のこれ本当にね、人種差別なんて全然思った人じゃないの。何にも考えてないの。ただYouTube だけはね、本当のことを思ったから言っただけなの。だから嘘偽りもない気持ち、私がおかしかったからって、それはこの間の YouTube にも言ったよね。私がおかしかったからYouTube でことを言っただけで、言葉で人種差別になることも本当に分かってますよ。いじめられることでそれが原因で亡くなる人もいるってことも分かってますよ。だから私は決してそういうことは言いません。ただYouTube で言ったことは本当にあの時そう思ったから言っただけの本当のことなんですよ。なんていうのかな、いじめとか偏見とか差別とかそんなことは一切思ったことではないということだけは理解してほしいな。ごめんね、こんなつもりはなかったよ。でも私は、先生は本当にそう思ったことを素直に言ったことなの。ごめんね、みんなごめんね。ありがとう。通りがかりでしたが、なぜか引きつけられる魅力を持っている方ですね。ありがとうございます。何なんだろうね、本当に必死に生きてきてただけなのよ、今までもこれからも本当に心に素直に生きていきたいなと思ってます。だから嘘偽りなく本当のことを言いながら涙流す時は涙を出し、感動する時は感動し、ただね、私今までね、いろんなことやっても涙流すことってあんまりなかったの、実を言うと。一人で何か悔しいことがあっても涙は流しませんでした。でも今回 YouTube を始めてから涙が流すことが多くなったんです。こうやって YouTube を話しながら自然にと涙が出てくることが多くなりましたね。この間の母の話もしたみそうだけど、今もさっきの私の言った言葉で皆さん傷ついてるって、それでも涙が出そうに今もなりました。皆さんの言葉が本当にあったかいんです。だから本当に感動して涙が出ちゃうんです。ありがたいなって、こんな私のね、こんな言葉の経験にこんな感動してくれてね、元気が出ますって言ってることに本当に感動するんですよ。私は本当にただただひたすら生きてきただけなんです。後ろも見ず頑張って毎日生きてるんです。
だから皆さんのこの感動にね、言葉に、私この頃本当に涙もろくなったのかと思うぐらい涙が出ます。ありがとうね、皆さん、本当にありがとう、感謝してますよ。ありがとうね。本当よく泣くのこの頃ひどいよね。私は本当にそう思います。ありがとうね、本当皆さんありがとう。はい、どうぞ。本当涙出ちゃうこの頃。で、長野駅近くに住んでいますので身近に感じます。先生のお話興味深くて好きです。先生の施術受けたいです。ご縁があったら来て。だから多分ご縁があるんだったら私のところに治療に来て。なんか具合があるんだったらすぐ元気になれると思うよ。私のところに今ね、高崎から週1通ってる方がいらっしゃるの。彼女もね、本当に元気になってきたの。本当にご主人さんがね、毎週高崎から連れてきてくださるのよ。だからね、もう本当に家族に幸せになってもらいたくてね。でもね、本当にね、いい先生の出会いと私がご紹介した先生のところに行ってきてね、その先生もとってもいい方で、本当に2人で彼女を元気にしたいなって、高崎からわざわざ通ってきてくれてね、私のところに。でもね、本当に元気になってきたの。どんどんよかったなって思ってます。もう今日も彼女にね、来年のね3月は娘さんたちのお嬢さんたちの卒業式に先生行けるかなって言うから、行けるって言って今日ね、そしたらとっても喜んでました。絶対に行けると私も思ってます。でもしかしたらほら、私の姿はどっかその辺の食事屋さんに行ったら会うかもしれないじゃない。そしたらまた声かけて、一緒にご飯食べようかね。はい、待ってるね。ご縁があったら本当に家来て、待ってるね。はい。私もひとりさんの話は20数年前から聞いています。すごいね。だからですね、先生のお話も共感しながら楽しく聞いています。その通りなんです。私もひとりさんに会ったのは本当にひとりさんの話を聞いたのが多分10年か8年ぐらい前なんです。だからこうやって自分でこう YouTube を始めてひとりさんの YouTube を見ると、全然格好は違いますよ。だけど基本的に考えてることはひとりさんと同じだと思います。ひとりさんから今もずっと学んでます。今も当然。だから学ぶべき人がそばにいるっていうのはありがたいことですね。私今までひとりさん本しか見たことがなかったんですよ。で自分で YouTube 始めて自分の YouTube を見たらひとりさんドドドドって出てくるんで、ひとりさん見てますこの頃で、その話を聞いてます。だからで自分のこれちょっと見てみたいなっていうのを YouTube で入れてますけどね、本当にその通りです。ひとりさんの言う通りだと私も思ってます。だからひとりさんから学んで経験することもいっぱいあります。だからそこから言ってることとかが私の言ってることとひとりさんとは本当に規模が違うけど、皆さんに分かりやすいように言ってるかなっていう気はします。ひとりさんとてもね、ちょっとたまに難しいことあるじゃないですか。やっぱりでもやっぱり私は単純な方なので分かりやすくきっと言えるような気がしますよ。はい、また見てくださいね、ひとりさんと一緒に。はい。はじめまして。はじめまして。私も小さい頃から変わった人で、子供の頃の経験など共通点がたくさんありました。親にも先生にも怒られたこと数知れず、私も朝起きてから上機嫌で暮らしています。お誕生日も近いです。とても励みになる動画でした。感謝いたします。とんでもないです。でもね、今になるとありがたいでしょう。そうやって厳しく育てられたこともありがたい、いじめられたこともありがたい。なんか全部自分の身になってるんですよね。素晴らしいと思いません？これって私ね、本当に素晴らしいと思う。だから小さい時にいじめられることも大事だし、学ぶこともあるし、いろんなことで仕事でね、いろんなことを学ぶこともいっぱいあるじゃない。人生経験ってすごいなって。それを分かる時ってやっぱり少し経ってからなんですよね。私もこれが理解できるのが60過ぎて、この65でやってみるかって思ったこの世界だったのでね、皆さん本当に頑張れ頑張れって言って応援して、エールを送って、いい学び、いい経験やって乗り越えて、いい人生を最後まで送ってねって思いますよ。よかったね。近いから頑張りましょう、一緒に。はい。
私も幼少の頃、いつも買い物など家の手伝いを頼まれてやってきたため、しっかりした人間に育ちました。そうだよね。その通りだと思います。だから今子育てをしているお母さん、お父さんはいいよ、ただひたすら働けばいい。お母さんは本当に子供たちにいろんなことをやらせてください。これから AI が出てきます。学びは AI に学ばせればいいんです。学校の勉強なんて AI に学ばせればいいんですよ。だけど学校も大事なんです。なぜかっていうと、つまんないけど行かなきゃいけないところだからです。わかります？私つまんないけど行きました。それは家も大変だったしね、もう家にいるよりも学校も大変だったけど、だけどあそこは学びの世界なんです。いろんな子たちがいることが学びなんですよ。つまんないことも学びなんです。どうして私だからもう授業を聞きながら毎日時計見てましたからね。あと5分が長いんですよ。あと5分が均衡になるともう終わったと思うじゃないですか。でもまた10分か15分だったらまた始まるんですよ。あんな我慢の世界ないんですよ。ずーっと我慢なんですよ。この我慢が大事なんです。子供たちに我慢を教えるんです。子供たちも学校行きたくないって言うでしょ。いや、我慢知らない子供たち多すぎ。絶対に我慢学ばせなきゃダメ。学校は面白くないんですよ。でもすごいでしょ。何十年経っても学校面白くないんですよ。変わらないんですよ。日本の厚生労働省じゃないや、文部省ってすごくありません？学校を楽しくしないんですよ。すごくないですか？学校を楽しく変えようと思わないんですよ。だから子供たちいなくなっちゃうでしょ。でもさ、これすごいんですよ。学校楽しくないとこなんだから。絶対。私今でも学校なんか行きたくないもん。面白くないもん。だから学校の教育者にね、これから学校の先生になりたいっていう子はね、申し訳ないけど学校を楽しいところにするように努力してもらいたいなって思うよ。学校楽しいところっていいでしょ。でも全然楽しくないもん今でも。だからみんな子供たち嫌なんでしょ。そうじゃない？でもね、学びだよ。楽しくないところも学びなの。お仕事も楽しくないの。何でも楽しくないのよ。でも学びなの。何か一つ楽しくないこといっぱいあるの、人生なんて。そこから学んで大人になっていくの。それをちゃんと教えてあげてくださいね。で、ちゃんと小さい時からお料理も教えて、お買い物にも生かして、ちゃんと放置を持たして、千切りもみじん切りも何でも教えて、手切ってもいいの、大丈夫、治るから。わかりました？頑張ってね、今のお母さん。本当に頑張れって言いたいわ。頑張れ。はい。私も友達と岩盤浴に行った時、友達が先に出ましたが、私が脱衣所に行った時、友達が倒れてました。めまいがすると言ってましたが、2日後に脳梗塞になってしまいました。友達は今はだいぶ良くなりましたが、魔女先生が言われていることは、私は本当だと思います。本当です。先生のお話は全て私の心に届きます。本当だよ。普通の岩盤浴行ってもいいけど、岩盤浴のそばに自分の政治を置いてちゃう。わかる？岩盤浴っていうのはね、あそこね、みんなね、真っ暗なのよ。で、部屋がね、換気されてないの。そういうとこに行ってはダメ。もうあそこにこもる。だから岩盤浴ね、やっちゃいけないわけじゃないけど、いやあそこやっぱり怖いかな。うちの岩盤浴はね、もう本当にいつも換気してるし、いつも政治焚いてるし、きれいに気を払ってます。いろんな人が一日入りに来るのでね、朝と晩ちゃんと政治できれいに気を払ってます。だからもし岩盤浴行きたいんだったら、まずお水持ってね、お水にマグネシウムとカルシウム入れて、お水どんどん飲みながら自分の政治持ってさ行くか。でもそこまでして岩盤浴行く？どう思う？そこまで行かなくてもいいから、もっと違うことでやろうよ。もっといい岩盤浴あると思うよ。暗い岩盤浴ダメね。絶対ダメだよ。サウナも気をつけてね。サウナに行く時もちゃんとお水だよ。いい？お茶持っていくんじゃないよ。いい？マグネシウム入れて、カルシウム入れて、そしてサウナに行ったら必ず冷水浴5分も入る。首まで絶対入って、と冷やしてね。これ岩盤浴じゃないや、サウナね。いい？サウナに入ってサウナいいんだよ本当に。その代わり冷水浴必ずする。お水もしっかり飲む。いい？あれがサウナで痩せようと思ったら無理だからね。あれはミイラになる。いい？サウナはミイラ。いい？岩盤浴は悪魔の虜。わかるね？気をつけてね。気をつけてね、本当に。はい。ありがとうございます。
いいえ、どういたしまして。本当にね、こんなわけのわかんない私だけど、泣いたり笑ったりして YouTube 一緒にやりたいな。本当に楽しみなの。あなたたちのコメント聞いたりね、聞くとね、本当に元気に出るしね、私本当にありがたいと思ってる。これからも一緒に頑張っていきたいね。みんなと一緒に頑張っていきたいなと思うよ。お願いします。私は信じますよ。私もひとりさんのファンです。ありがとう。体験談ありがとうございます。でもない。本当にあったことなので、やっぱり世って必ずあるしね、行き場所もあるしね、この地球っていうのは本当に選んで私たちが来てるってことを忘れないでほしいなと思う。でもそう分かったのは本当につい最近では選んできてるんだやっぱり。でもずーっとね、30、40、50ぐらいまでかな、私は何のために生まれてきたんだろう、何か意味があって生まれてきたんだ、何か意味があって生まれてきたんだというのはずっと考えてました。答えが出たのがつい最近だったんですけどね、私は人のために生まれてきたんだって思ってますよ、今も。だからこうやって YouTube っていうものが生きてね、出てね、世の中すごいな、すごい時代が来たんだなって本気で思ってます。だから一人一人生まれてきた意味が必ずあります。それが明確に分かるのは多分60とか65以降なんだと思いますよ。その時に自分の生きてきた意味、生まれてきた意味が分かった人っては本当に幸せだと思ってますよ。一緒に答え合わせのように人生歩きましょうね。はい。初めて拝見しました。ありがとう。魔女先生、YouTube を始めてくださりありがとうございます。ありがとう。とんでもない。そう言ってくれてありがとう。貴重な体験をされたこと、より良い人生にするヒントのお話、感動しました。これからも楽しみにしています。ありがとうね。20日に出る老後の母たちの話もちょっと暗い話になったけど、でもね、やっぱり誰でもが年を取って誰でもが死ぬのよ。でも誰でもが死ぬの、やっぱね。でもその生き方が大事だったり、学び方が大事だったり、自分の子供たちに教えられるのも大事なんですよ。だから全て経験なんですよね。老後も経験なんですよ。年を取っていくってことも経験なんですよ。だからこれから私と一緒に年を取ってどんな年を取るか。私はほらずっとね、廃物を吐きたいんだよ、本当に。だから筋トレもするし、背中も鍛えるし、運動もするよ。だけどいつもピカピカで、みんなに私がピカピカであるのを放送して YouTube で流して、私も頑張ろう、元気出そうって思ってくれるのも嬉しいと思ってるから、毎日努力するよ。一緒に頑張りましょうね。はい。とても65歳には見えない。本当に美しい。いやいやいや、ありがとう。そう言ってくれるのが嬉しいです。さっきも言ったけど、私の YouTube を見てる方がね、なんか先生だんだん綺麗になるのはなぜとか、皆さんからもらってるパワーが私のオーラを輝かしてくれるし、私に本当に希望と夢を与えてくれてると、逆にね、与えてあげてるようにあなたたちは言ってるけど、逆に私はもらってますよ。ありがとうね、みんな。はい。また涙が出ちゃう。ごめんね。本当涙もろいね、この頃ね。本当にありがたいと思ってるよ。ありがとう。はい。配信ありがとうございます。とんでもない。魔女先生というタイトルを見て、なんとなく見ていました。お話面白かったです。よかったよかった。私もひとりさんのファンです。私もひとりさんのファンだからね。ひとりさん応援しながら、私もたまに応援してね。はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。私は今78歳です。その通りだと思いますよ。本当？78歳の方にその通りですって言われると嬉しいです。やっぱり経験者が私のことを言ってくれるっていうのは嬉しいです。もう78でしょ。もう私よりももっと年を取られていろんな経験をもっと積まれてるわけだから、その年を取られた方にあなたの言う通りですって言われると、本当に私発信してる意味もあるし、この発信がもっと若い人たちに私の経験を元としてね、生き方が学べて、私もっと生き方考え方変えるわ、こういう生き方考え方のがいいよねって思ってくれて、自分たちの子供たちの育て方も変えてくれたら嬉しいなと思ってますよ。年配の方たちに私を褒めてもらうと、私も本当に感動します。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、喋り方がお上手ですね。不思議と引き寄せられます。ありがとう。
もう本当にね、自然にここに座るとね、出ます。これはいつも言ってるけど、でも今はもう本当にさっきみたいに涙すぐ出ちゃうようになっちゃうんでね、怖いなと思ってます。もう感動がものすごい、もうみんなに感謝ですよ、本当に。始めてよかったなって本気で思います。だから私が66、67、もっと10年、20年、ずっとこれがやり続けられるように、私も一緒に歩んでいきたいな、皆さんと一緒に歩んでいきたい。でまた会えた時にね、一緒に会って、あの時先生そうだったけど元気になったの、先生も相変わらず綺麗って言ってもらいたいし、頑張りたいと思ってますよ。一緒に会いましょうね。また話もしましょうね。会えるの楽しみにしてますよ。もう先生ボロボロ出ちゃうんだと思うよ、涙あった時。本当に多分もう会えたらもう本当嬉しくて感動で涙出ちゃうんだと思うよ。今日はなんだか知らないけど本当に涙もろいです。今日はだからこの辺で終わりにしたいなと思ってますよ。またね、またこの次涙出るかどうかは分かんないけども、でも今日は本当感動もんでした。みんな涙ボロボロ私に元気をくれました。ありがとうございます。みんなのコメントまた待ってますよ。私に勇気と元気を与えてくれるあなたたちのコメントを本当に私は嬉しく思います。ありがとうっていう感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうね。また一緒に学びましょうね。一緒に学びましょうね。ありがとう。またね。コメント待ってますね。バイバイ。